ありがとうともったいない、もったいないっていう言葉は今世界語になりつつあるということを聞いたことがあります。でもったいないという言葉は英語に翻訳できないんだっていうことも聞いたことがあります。でアフリカなんかではもったいないっていう言葉をそのままもったいないという言葉で使って、でそれはどういうことかっていうとですね、これ料理なんかでもったいないからこれなんとかしようっていうのがよくあるんですね。例えば今パンをですね食べますよね。そうすると朝バタバタしてるとトースターを焼きすぎて1個だけ硬くなっちゃう。で子どもたちやお父さんはどんどん会社に行ったり学校に行って硬くなったトーストしたパンが1個残る。そういう時に若いお母さんだったらポンとゴミ箱捨てちゃうんですよ。ところがおばあちゃんが出てくるともったいないもったいないって言うんですね。で若い人はうるさいなまたもったいないって言ってるよっていうことで、そのおばあちゃんのそういう言葉を嫌がって出てこないでよって思ったりします。でも私はどっちかというと年齢的にはおばあちゃんの方ですからやっぱりもったいながります。でもったいなくなったらどうするかっていうとですね、それはいろんな料理の方法がありますよね。例えばパン粉にする。だからミキサーにかけたりジューサーにかけたらすぐ生パン粉っていうのができて、それで香りの高いカリッとした衣になるわけです。だから買ってきたパン粉よりも、生パン粉の方が美味しくできるので、そのトースターで焼いたパン粉と生のパン粉を混ぜるんですね。焼いた方のパン粉はそれほど美味しくないかもしれないけど、生のトーストしてないパンのそういうものと混ぜて、ミキサージューサーにかければふわっとしたパン粉ができてとても美味しく上がります。それから2番目にはちょっと牛乳つけますよね。で牛乳つけてどうするの、硬くなったパンをっていうと、これはですね牛乳をつけて必ず思い浮かべるのはフレンチトーストですね。これは一つです。でももう一つ、牛乳に漬け込んだパンを冷凍しておいてですね、今度ミートローフとかそれからハンバーグを作る時にこれ使えるんですよね。解凍してその日にハンバーグ作らなくてもいいんです。そういうのが余ったやつをどんどん牛乳に漬け込んだのをどんどこ冷凍庫に入れときまして、まとめて大型のミートローフを作って、それでパーティーの一品になっちゃうわけですよね。でミートローフっていうのは、ミンチ肉、牛肉でもいいし牛肉と豚肉と半々でもいいんですが、その中にグリーンピースとか、それからうずらの卵とか、それからプチトマトとか、いろんなもの入れますね。で何入れてもいいんですけど、で味付けをしてパプリカとか胡椒とかね、ナツメグとか入れて、塩で味付けして、隠し味的にちょっとワイン入れたりね、そういうふうなことをします。でその時に使うと2枚3枚の、古くなった硬いパンがその時生き返るわけですね。だからもったいないという精神は料理の開発につながるわけです。この捨てたらもったいないものどうしようかなと思うとですね、そういうものが浮かぶ。で私は例えばちょっと柔らかくなってしまったトマトたくさん買ってきて、最初のうちはすごいフレッシュで美味しそうでそれでフレッシュサラダ作りますよね。でモッツァレラトマトとかいろんなことの料理使うんですけど、最後にちょっと冷蔵庫で柔らかくなった、そしたら洗ってそれをビニール袋の中に入れて冷凍します。そういうの何個も溜まってくるんですよね。5個ぐらい溜まったら何するかっていうとトマトの、ソースを作りますね。でトマトソースでカレーも美味しくなるし、トマトソースがあったらもういろんなですねイタリア料理とか、もうそれこそフレンチ料理だとか、あと地中海料理でスペイン料理なんかもトマトなかったら作れないでしょ。ですからミートソースにしたり、それからトマトがたっぷり入ったカレーにしたり、それからトマトスープの味にしたり、それからもうちょっとこってりした料理で、そういうものはたくさんの料理ができますよね。スープの中では中華スープもあればイタリアンとか、なかなかトマトは奥が深いですから、そういう時に捨てないで置いといて、で料理にまとめて使うようなことをしてます。そうすると買ってきたものに対して
日本の人は今ね節約っていう時代になっています。ですから1円でも安いものを買うために一生懸命自転車走らして遠くのスーパーに行って、その時に今日は特売ですって言うとわーって走っていってですね、大勢の人が一生懸命特売品買いに行く時代なんですね。でも私はそれを見ていて、本当にこの人たちトマトがちょっと半分だけ残ってちゃんとしてんのかしらとクエスチョンを持ってしまいます。なぜかというと、こういう人たちで卵が1円安いとかね、トマトがちょっと袋入りで5円安いとか言うと目の色を変えるけれども、実際には冷蔵庫の中でいろんなものが腐ったりするわけです。腐っちゃったわって言って捨ててるのを現金で計算するとかなりの金額になってる人じゃないかと思ってしまうんです。なぜかというと、本当に料理をする人はそういうふうな安いものを買いに行かないからです。本当に料理が好きな人はですね、最初から美味しいものを丁寧に買いに行く。だから特売品にそんなに飛びついたりしないんです。特売品っていうのが訳があって安いので、場合によっては普通の美味しいトマトよりは別のところで古くなったトマトを大量仕入れして特売品にしたり、それからちょっとソースだとか缶詰だとかというようなものだったら特売品専用の開発部っていうのがありまして、材料を日本製じゃないものを入れたりしながらで価格を抑え込むと。価格を抑えるには理由がありますから、決して普通のものがその日同じように安くなってないケースもありますので、やっぱりもうちょっと聡明にならないと本当のもったいないとかね、本当にいいものを巡り合ったら食べ物でもね巡り合うと感動するんですよ。だから美味しいトマトを、香りのいいトマトをスーパーで見つけたら、うわー嬉しい、うわーすごい、なんだろうこれって私は思います。そうするとそのトマトを買ってきた段階からワクワクするんですね。このトマトはどうして料理したら一番美味しく食べられるんだろうかって、そこでトマトと会話が始まるわけです。あなたはどうやって料理されたいの？そうすると、私はねってこんなに甘酸っぱいでしょ、だからねトースターで焼いてくれるともっと香りが良くなって美味しくなんだよみたいな、そうじゃあ焼いてあげようかなって、そして串に刺して、そしてなんか焼き鳥みたいな形で長い串の中にトマトを刺して、それを火で炙って、オーブン焼きにしてお肉を食べた後に酸味の強くなったそういうものを食べたりすると、不思議な、何これ美味しいじゃないって人に言われるような料理に変身したりしますね。だからとても八百屋さんで買ったり、それからスーパーで買う一つの素材であっても、お金だけで計算して買うというのは本当のもったいないとは正反対の生活であって、むしろもったいないの逆にどんどこ捨てる人こそ特売品を買うんじゃないのっていうふうに思いがちなんですね。そして昔の江戸時代の話に戻りますと、江戸時代は何でも商売屋さんっていうのが流行った時代です。だから商売がたくさんあって、それで、小銭を稼いで十分生活ができました。家賃が安かったんですね。で食料も安かったんですね。だから、無理をしなければ結構それなりに暮らせた。でそれからちょっと自分がないものは人に借りに行くことができたんですね。これは昭和の時代、つまり今から30年ぐらい前まで日本中どこでもみんながやってたことですが、ちょっと今日お塩ないんだけど、ちょっと今日油ないんだけど、ちょっと今日お醤油ないんだけど貸してくれないといいよって言ってですね、 OK っていうことでお醤油をちょっとカップ1杯とか、油をちょっとカップ1杯とか、お砂糖ちょっととか、隣の家に行ってもらってきて買わないで済ませるということもありました。で今度相手の人が同じように借りに来るんですね。それでウィンウィンゲームになってたわけです。だからお金がなくても素材が1個整わなくても十分に料理ができたので、江戸時代の人っていうのはお互いに信頼し合ってるからこそ貧乏でも不幸にならなかったんですね。で例えばそういう商売の一つにお茶碗の直し屋さんがあります。お茶碗をご飯の海苔でくっつけて、それだけで「はいよできたよ」って言うとですね、ちゃんと小銭くれるわけですね。でそういう商売として修理屋さんはたくさんいましたから、ちょっとでも下駄の鼻緒が切れてしまうと鼻緒の修繕屋さんがきれいにやってくれる。それから下駄の下の木の部分が欠けるとそれをきれいにカンナで削ってくれて、それで斜めになるところをちゃんとやってくれる。だから今で言うと靴を直しますよね。
靴の後ろのゴムを取り替えるのと同じようなのが歩いてですね、商売として、長屋の奥まで来てくれたもんですから、とても遠くまでそういうものを預けに行ったり取りに行ったりしなくて、相手が来てくれるってすごく便利ですよね。それから切れ端屋さんっていうのがあって、着物ですね。昔の人は長い着物を着て、でどんどこちっちゃくなってきたり古くなったりすると、今度子供用に仕立て直すとか、それから袋物を作るとか、袋物っていうのはハンドバッグですけれども、で最後にはもっとちっちゃいものを作るんですね。でちっちゃいものを作って、さらに残った端切れっていうんですけど、それは買い取りに来るんですよね。買い取りに来るのって、だから10センチ ×10 センチの布でも売れたんです。だからお金をもらうには今の eBay とかですね、 Amazon で自分の使ったものを売ったりしますね。それと同じことを江戸時代の人がやってたので、お金にならないものはなかったわけです。だから、21世紀になって初めてね、自分の使い古しのハンドバッグを、例えば売ろうと思ったら売れないわけじゃないと。高い値段にはならないけど、ハンドバッグでも昔の20年前のヴィトンでも、1,000円ぐらいにはなるかなみたいなね、それと同じことが実は江戸時代にあったんだよっていうことです。それで端切れ屋さんの布を集めてどうするかっていうと、パッチワークを作る。パッチワークでいろんなものを作りましたから、パッチワークでできた着物もあったわけです。いろんな端切れを組み合わせてですね、それがまた粋っていうことですね。粋な着物、それはパッチワーク作りで大胆不敵な色を組み合わせてですね、そういうものはかぶり物って言いました。で歌舞伎っていう言葉は、その人がやらないそのパッチワーク好みの着物を着てる歌舞伎役者さんは大胆不敵でしょっていうことで、大胆不敵な人のことを歌舞伎と言ったんですね。でこういうのも面白いし、また座布団作ってみたりとかね、そういう端切れで髪飾りで作ってみたりとか、それから折り鶴ってありますよね。その折り鶴みたいなものを作ってみたりとか、それから裏にですね、ボール紙で作った紙を入れるんですけど、そういうのをピュッて縫い込むとね、そうすると花の形とか、いろんなものができて、そういうものをカバンの上に貼り付けて糸で縫い取る、そういうふうなやり方もあったりとかね。庶民はいろんなことを考えて、いろんなクリエイティブなことをそこからやっていたので、もったいないは恥ずかしいんじゃないんですね。今の人はもったいながると、わあうち貧乏みたいに思われて嫌だなって、そういうふうに思いがちですけれども、もったいない文化っていうのはクリエイティブだっていうことなんですね。だから恥ずかしいって思わないで、もったいながるということは、そこから何をクリエイトするか、何を作るかということなので、ものすごくクリエイティブな作業だっていうふうに思うと、江戸の文化というのの本質が分かってもらえるんじゃないかと思います。